こんにちは、はっかです。今日はこちらですよ。iPad mini 6。昨年 iPhone 13と、同時期に発売されて、非常にそこら中で絶賛されているあいつなんです。まだまだ入手困難な部分ありますけど、容量とかカラーとか選ばなければ手に入るようになってきました。ちなみに私はこれはパープルの 256GB モデル、そしてこれ線がないのでお分かりだと思うんですが Wi-Fi モデルになります。いやでもこれはですね、すごくいいものですよ。購入してからだいたい2週間ぐらいですね、もう毎日使ってるんですけど、私会社員してて、仕事で主に使ってます。だいたい仕事8割プライベート2割みたいな感覚で使ってるんですけど、この iPad mini を使うことで数々の仕事道具、今まで使ってたものを使わなくすることができたんですよ。一覧にするとこんな感じですね。もうカレンダー、置き時計、手帳、万年筆、付箋、ノート、本と本棚、もうこれだけのものを使わなくなりました。でしかもですね、これらがそれぞれパワーアップしてこの小さな筐体に収まっていると、そんな感覚でもあるんですよね。今日はこれらの仕事道具の代わりにこの iPad mini がどのように役に立つのか、そちらをじっくりと解説していきたいと思います。では行ってみましょう。で、第一になんですけど、こちら卓上カレンダーと置き時計、こちらを使わなくなりました。で、私普段オフィスとか、仕事をしている時に必ずこの iPad mini を目の前に置くようにしてます。今スマートフォリオで立てるんですけど、このように常に置いてるんですね。で、ホーム画面を表示させていたり、カレンダーを表示させていたり、その時々のスケジュールを表示させていたりと、常に目に入るようにしておくと。それで予定を確認しやすいっていう状態になってます。当然時計もこれで確認できるので、置き時計、カレンダー、これらはいらなくなります。で、ホーム画面には TickTick っていうアプリの月間カレンダーと Google カレンダー両方表示してるんですよね。TickTick はウィジェットで1ヶ月間のカレンダーを予定付きで表示することができるんで、ホーム画面から確認できて非常に便利なんですよ。ただ予定を登録しやすいのは圧倒的に Google カレンダーの方だったんで、両方表示してます。で、今まではこの iPhone でいちいち開いて予定を確認したり、修正したりっていうのをいちいち何度も繰り返してたんですよね。ただそれがここで常に置いてあれば非常にやりやすくなったなというふうに感じてます。次に使わなくなったものなんですけど、それがこちらです。付箋紙、ポストイットですね。一番一般的なサイズのポストイット使っています。皆さんって付箋どういう風に使っていますかね。で、私の場合は完全にタスク管理のツールでした。で、何か頼まれたり自分で思いついたり、締め切りがあったりと全部こちらの付箋に書き出して1タスク1付箋で、あとはこう目の前のタスクを回転させるっていうような流れだったんですよ。付箋に1回書いてしまえば頭の中から忘れることもできます。ただそれを見返さなければいけない。じゃあこの付箋どうやって使うかっていうと、皆さんアイゼンハワーマトリックスって知ってますか？タスク管理でビジネスの現場でよく使われる手法なんですけど、重要度と緊急度を高い低いで4つのカテゴリーに分けるんですね。で、それぞれにタスクを配置していくんですけど、私の場合この付箋をこう4分割された場所にこう配置していくっていう形でずっと管理してました。タスク管理の方法いろいろ試したんですけど、このアイゼンハワーマトリックスが一番やりやすいなというふうに感じてたんですよね。ところがですよ、この付箋でやってたタスク管理、なんと iPad mini でできちゃいました。これもですね、先ほどのカレンダーアプリと同じように TickTick っていうアプリ使うんですけど、こちらですね、4分割されたエリアがあります。で、これを開くとまさしくアイゼンハワーマトリックス、重要度と緊急度に分けられたタスクが一覧で見れるんですよね。非常に多くのタスクを抱える上でそれを忘れないっていうことは難しいんですよね。なので見返すっていうことが大事なんですけど、本当にこの目の前に常にあるもの、
こちらに表示できることっていうのが素晴らしいんですよね。で、先ほどのスケジュールも一緒に表示できる。タスクとスケジュールの一元管理がこの目の前の小さな画面で行えるんです。もうここまでですでに仕事のツールとしてはパーフェクトだなというふうには感じてたんですよ。で、スケジュールとタスク管理が完璧になったら次はこちらです。ドン。はい、手帳とペン。私の場合万年筆を使ってるんですけど、実は私10年来のほぼ日手帳ユーザーなんですよ。2008年から使い始めてるんで、もう10年以上になるんですけど、プライベートはこのオリジナルの小さい方、仕事用にはカズンという英語サイズの大きい方、こちらを使っていました。で、iPad mini で試験的に手帳をやめられるかなっていうふうに試行錯誤してたんですけど、はい、私も4月からこの手帳を買うのやめます。正直これは断腸の思いではあるんですよね。やっぱり10年来使ってたほぼ日手帳、手書きの感触が良かったり、万年筆と紙の相性がすごく良くて気に入ってたんですよ。でもその代わりをしてくれるのがこの Apple Pencil なんですね。ここにGoodNote 5っていうアプリを入れてるんですね。で、この GoodNote 5の使い勝手がすごくいいのと、なおかつこの Apple Pencil の書き味がいいんです。ここでちょっと待ってよと。万年筆使うぐらいだから、書き味が好き、手書きが好きなんじゃないのっていうふうに思われると思うんです。私もずっとそういうふうに思ってこちらを敬遠してたんですけど、意外や意外、この iPad と Apple Pencil の組み合わせって万年筆の書き味にもちょっと似てたりするんです。実はこの Apple Pencil なんですけど、ペン先だけシリコンに覆われたちょっと摩擦の高いものに変えてるんです。よくある手法としては、この iPad 自体にペーパーライクフィルムっていうのを貼って抵抗感を増すっていう手法が一般的なんですけど、私の場合この画面が綺麗な状態を保ちたかったんで、ガラスフィルムを貼りつつペンの方だけ摩擦力を高めたっていう状況なんです。で、この組み合わせがなかなかどうして万年筆に近いんですよ。で、こういった万年筆の中でも特にいい万年筆ってペン先が金なんですよね。で、金のペン先の万年筆っていうのはすごく柔らかくて紙への当たりがソフトなんですよ。正直書いてる時に全く音がしない、抵抗感がほぼない、ヌラヌラっとした書き味になるんですね。で、そこが結構この Apple Pencil 似てるなって思うんですよね。しかもですよ、GoodNote 5ってこの万年筆で書いたような筆跡を出せるんですよ。で、しかもペンのインクの色も自在に変えれるんで、もともとこの万年筆で使っていたインクの色に非常によく似た色を疑似的に再現すると。そういうことで今までの感覚から近い感覚で電子に移行できるというわけなんです。もう正直手帳はこれでいいやと。最後にこれが一番荷物が減ります。本ですね。基本的にこうやってビジネス書を中心になんですけど、本を Kindle で読んでるっていう状況なんですよ。今読んでる本を物理的に持ち歩かなくていいですし、複数の本を持って歩ける感覚になるので、あっち行ったりこっち行ったりっていう、あれこの本の内容どうだったっけみたいなところもすぐ参照できるんですね。負担が少ないのもいいんですけど、本を読む時間が今まで以上に増えました。なんといっても常に手元に目の前にあるわけですから、ちょっとした隙間時間にささっと読むことができます。またその時もですね、この iPad mini のサイズ感が非常にいいんですよ。大きい 10.2 インチとか 9.7 インチの iPad で本を読むっていうのは雑誌を読んでる感覚に近くて、重たいし両手で読まなきゃいけないしっていう感じなんですけど、この iPad mini だとビジネス書とか漫画本を片手で持って読むのにちょうどいいサイズです。で、本を読んでいて、ここいいなっていうところを抜き出したり、で、手書きで自分のコメントを入れたりとか、そういう読書ノートを作るっていう用途にも非常に適してるんですよ。あとは Kindle で出てない本は読まないと。
そういうふうに決めてしまえば荷物も増えることもないですし、非常に快適です。いかがでしたでしょうか。私本当にこの iPad mini を買ってから生活が一変しました。iPad ってよくコンテンツ消費のためのもので、何かを作るのには Mac や PC っていうのが必要だよっていうふうに言われたりもしますよね。確かにそれは正しいなと。一部写真やイラストなんか iPad に最適化されたツールがあるものはクリエイターに非常に大受けしてるんですけど、クリエイター以外の人は iPad ってどう使ったらいいのかなっていうふうに感じてる人も少なくないと思います。でもこれビジネスマン、サラリーマンと言われる私のような会社員にはめちゃくちゃ便利なマネジメントツールだなと、そう感じてるんです。ちなみに今日ご紹介した内容、使い方というのは、全て大きな iPad でも実現可能な部分ではあります。ただ本当に重要なのはこのサイズ感、これが絶妙に使いやすいんですよ。そして iPad はクリエイターだけのものではない、これを一番お伝えしたかったんです。日々の仕事のマネジメントにめちゃくちゃ役立つツールなので、ぜひ使ってみてください。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。